もし親友の日記にあなたの殺害計画が書かれていたら、遡ること約19年前の2004年2月3日、アメリカ・フロリダ州パルメットベイ。この町にあるサウスウッド中学校で朝の授業が始まる直前、トイレを訪れた一人の生徒はあまりの光景に愕然としていました。むせ返るような匂いと床に溜まったおびただしい量の血液、そしてその中で平然と手を洗う不審な人物。入り口から動けずにいた生徒は恐る恐るその人物に声をかけます。ねえ、それ見た？すると手を洗っていた人物は軽い口調でこう言ったんです。血がすごいだろ？守衛を呼んだ方がいいと思うよ。血の海と化したトイレで何事もなかったかのように振る舞う不審者。中学校で人知れず行われていたおぞましい犯行の全貌とは。犯人を突き動かしたのは犯罪師に名を残した凶悪犯たちへの憧れだったんです。おそす、チェーンソーマン作ってくれてありがとう、ケンちゃんです。冬の間のあなたの湯たんぽっぽっぽー、やみやみこです。ぽっぽ。本日ご紹介するのは14歳の少年が校内でめった刺しにされてしまうという恐ろしい事件なんです。学校内に不審者でも入ってきたってこと？実はそれがですね、犯人は学校の部外者ではなかったんです。学校に潜んでたってこと？そういうことなんですね。余計怖いじゃない。今回の事件で一体どんな人物が犯人だったのか、皆さんも予想しながら見ていただければと思います。まずは早速ね、事件が発生した時の様子から見ていきたいと思います。学校の惨劇。遡ること約19年前の2004年2月3日、アメリカ・フロリダ州パルメットベイ。この町にあるサウスウッド中学校で朝の授業が始まる直前、一人の生徒が血相を変えて廊下を走っていました。今すぐ来て、人が死んでるんだ。守衛室でそう呼びかけた生徒が案内した場所は2階にあるバリアフリートイレ。扉を開くとそこでは血の海の中で少年の遺体が横たわっていました。亡くなっていたのはこの学校に通うハイメ・ロドリゴ・ゴーフ。遺体は全身40カ所以上をめった刺しにされた見るも無残な状態となっていました。この異常事態を受け、学校は急遽閉鎖されることに。ただ事件の犯人はこの後あっさりと逮捕されることになるんです。実は遺体の第一発見者の生徒が不審な人物と鉢合わせていました。警察から事情聴取を受けた生徒は怯えた様子でこう答えました。僕が死体を見つけた時、帽子をかぶったジャケット姿の男がトイレの中で慌てもせずに手を洗っていました。絶対そいつが犯人じゃない？絶対そうっすよね。血だまりができたトイレの中で冷静に手を洗ってる時点で恐ろしいんですよ。サイコパス。でもですね、本当の恐怖は犯人が逮捕されてからなんです。そんな、まさかあいつが。事件当日の夜、自宅でテレビを見ていたある少年は報道されているその内容に血の気を引く感覚を覚えていました。そう、ニュースキャスターが読み上げるその内容は今朝学校で起きた生徒の惨殺事件でした。アンドレ、大丈夫よ。ほら、犯人は捕まったと言ってるでしょ。母親にそう話しかけられた少年の名はアンドレ・マーティン。被害者のハイメと同じクラスに通う中学生でした。そして彼が怯えている理由は、自分が通う中学校で事件が起こったことでも、身近な友人が殺害されてしまったことでもないんです。アンドレは声を震わせながらこう言いました。母さん、違うんだ。俺昨日犯人に話しかけられた。学校の関係者って言ってたもんね。そりゃ怯える気持ちもわかるわよ。アンドレがね、怯えていたのは学校の関係者だったからというだけではなかったんです。事件前日の2004年2月2日の朝、登校したアンドレが自分の席に荷物を下ろしているその時だった。おはよう、アンドレ。今ちょっといい？アンドレが声の方を振り返ると、仲のいいクラスメイトがバッグを持って立っていた。おはよう、どうかした？何の気なしに聞き返すアンドレ。するとクラスメイトは手に持っていたバッグを持ち上げるようにしながらこう言った。見せたいものがあるんだ。ちょっと一緒に来てよ。そう言われるとアンドレはちらりと時計を見た。もう授業が始まるよ。また後にしてくれ。しかしクラスメイトは諦めず何度もアンドレに行こうと促す。その時、二人の会話を遮るように始業のチャイムが鳴った。クラスメートはやれやれといった表情で肩を落とし、自身の席へと戻っていった。何？犯人はアンドレのクラスメイトってこと？その通りなんです。うわ。なんと犯人は中学生にしてですね、とんでもない危険思想を持ち合わせていたんです。殺人鬼に憧れた少年。
呆然とした様子でニュースを見つめるアンドレ。殺人犯として報道されているその人物はマイケル・ヘルナンデス、14歳。間違いなく昨日アンドレに話しかけてきたクラスメートでした。もしあの時誘いに乗っていたら俺が殺されていたかもしれない。自分が標的にされたことを悟ったアンドレは恐怖のあまり真っ青に青ざめ、ガタガタと震えていました。同時にアンドレは犯人のマイケルが以前から今回のような事件を起こす片鱗を見せていたことを思い出すんです。僕、連続殺人犯になりたいんだ。事件から半年ほど前にマイケルはアンドレに向かってそんな話をしていました。マイケルは被害者ハイメの親友。二人はそれぞれ成績優秀な優等生で、普段の行動にもお互いの関係性にも特に問題は見られませんでした。そう、マイケルは親友のハイメに何か特別な感情があったわけではなく、殺人犯への単純な憧れから彼を殺害したんです。その証拠として警察がマイケルの自室から押収した日記には確かにこう記されていました。僕はテッド・バンディやジェフリー・ダーマーのようになりたかった。どっちもかなり有名な連続殺人鬼よね。そうなんですね。ジェフリー・ダーマーについてもですね、あれこれ昔取り上げたこともあったんですが、事件のね、重要なポイントとなるような要素でもあるので、本日はね、メトラキーワード、テッド・バンディとジェフリー・ダーマーについてちょっと改めて解説していきたいと思います。テッド・バンディは1974年から1978年にかけて30人以上の女性を殺害したアメリカの連続殺人犯。シリアルキラーという言葉は前代未聞の人数を殺害した彼を表すために考えられたものです。一方、ジェフリー・ダーマーは合計17人の青少年を手にかけた殺人犯で、テッド・バンディに次ぐシリアルキラーとして知られています。テッド・バンディは IQ120 以上ともされる頭脳明晰な殺人犯。若い女性を言葉巧みに誘い出し、性的暴行を行った上で殺害していました。さらに遺体に対して性行為を行ったり、遺体を切断したり、被害者が亡くなった後に執拗にいたぶるのもその犯行の特徴でした。同じようにジェフリー・ダーマーも被害者の遺体をもてあそんでいたことで知られています。彼の犯行で何より特徴的なのは人肉を食していたことでした。ジェフリーはその犯行内容からミルウォーキーの食人鬼の異名でも呼ばれていたんです。マイケルの自室から押収された日記を目にした警察官はあまりにもおぞましいその内容に戦慄していました。そこに記されていたのは連続殺人犯を研究したメモのようなものや友人のハイメやアンドレ、そして自身の妹の名前までもが並べられた殺人リストなど、さらにマイケルが殺人を犯そうとしている理由については次のように表現されていました。僕は地球を浄化する使命を背負っている。地球を浄化するってさ、何友達殺して叶えるってさ、意味わからなすぎじゃない？こんなことをさ、頭の中で考えながら表向き普通に仲良くしてるってさ、マジでなんか性格悪いしさ、怖いわよ、普通に。さらに日記を読み進めた警察官の目に留まったのは事件の1週間前に記されたページ。トイレに呼び出して殺す。犯行時は髪の毛が現場に落ちないように帽子をかぶる。また返り血を浴びないようにジャケットを着用。殺し終わったら死体をトイレに展示する。そのページを見た警察官は険しい表情を浮かべながらつぶやきました。被害者の遺体が見つかった時と全く同じ状況じゃないか。そう、そこには被害者ハイメの殺害計画が事細かに記されていたんです。そして警察が何より寒気を感じたのは2004年2月3日というそのタイミングで犯行を行った理由について書かれたこんな一文を目にした時でした。この殺人は僕への誕生日プレゼントだ。マイケルの誕生日は2月2日。犯行日時が1日ずれているのはこの前日彼がもう一人の友人アンドレを呼び出すことに失敗していたからでした。めちゃくちゃ怖いじゃない。もしアンドレがあの日ついてったら確実に殺されてたわよ。マイケルがね、逮捕されたことを知った時ね、アンドレは本当に恐ろしかったと思いますよ。では実際にね、呼び出されてついていった被害者ハイメ、一体どんな恐怖を味わったのか、事件当日の様子から見ていきたいと思います。最悪のサプライズ。2004年2月3日の朝、2人の生徒がサウスウッド中学校の廊下を歩いていた。マイケルとハイメだ。授業が始まる直前のこの時間、ほとんどの生徒は教室で席についていた。廊下に残っていた生徒たちも教室へ向かう中、2人だけが流れに逆らってどこかへ向かっている。見せたいものってなんだ？不思議そうな表情で前を歩くマイケルに尋ねたハイメ。まだ内緒だよ。2階のバリアフリートイレならあんまり人も来ないし、そこで見せるよ。楽しそうに笑って答えるマイケルの様子にどんなサプライズが待っているかとハイメも心を躍らせていた。バリアフリートイレの大きな個室にやってくると、マイケルは扉に鍵をかけ、ハイメにこう促す。ちょっと後ろを向いててくれないか。ああ、マイケルの言葉に従って後ろを向き、サプライズの瞬間を待つハイメ。背後からはバッグからゴソゴソと何かを取り出すような音が聞こえてくる。一体何を持ってき？そう口にした瞬間、ハイメは背中に焼けるような激痛を覚えた。マイケル、
お前。痛みを耐えて振り返ったハイメの目に飛び込んできたものは、深く帽子をかぶりジャケットを身につけたマイケルの姿。犯行用の服装に着替えた彼のその手には折りたたみナイフが握られていた。マイケル、やめ。必死に懇願するハイメの口を塞ぎ、何度となくナイフを振り上げるマイケル。二人の足元にはみるみるうちに血の海が広がっていく。しばらくしてハイメが動かなくなると、マイケルは小さくつぶやいた。死んだか。マイケルは確認するかのようにハイメにそう呼びかけると、顔と頭を何度か切りつけ、最後に喉を引き裂いた。怖すぎ、うん。どうやったら親友をそんな戸惑いもなく殺せるのか、考えも及ばないわよ。実際親友とも思ってなかったと思うんですよね。そうね。というのもマイケルはね、ハイメを殺害した後も一切悲しむ様子もなく、至って冷静だったと言われてるんです。うわ、ねえ、それ見た？そう尋ねたのは、ハイメが殺害されたその直後、トイレへやってきた一人の生徒。彼の目の前には、何事もなかったかのように落ち着いた様子で手を洗うマイケルの姿がありました。そして、生徒に声をかけられたマイケルはただ、淡々とこう答えたんです。血がすごいだろう。守衛を呼んだ方がいいと思うよ。犯行後の姿をこの生徒に目撃されていたこと、防ぎきれなかった返り血がマイケルの衣服に付着していたことから、この後彼はすぐに身柄を抑えられます。さらに持っていたバッグから血のついたジャケットや折りたたみナイフが見つかり、マイケルはそのまま警察へ連行されるんです。警察の取り調べに際しても、マイケルの冷静な態度は変わりませんでした。彼は悪びれる素振りすら見せず、犯行の一部始終を自白したといいます。犯行を素直に認めたとしてもね、一切悪びれる様子がないように思えるのがもうやりきれないわよ、これは。彼がね、憧れた連続殺人犯も最終的には捕まってるんで、彼自身がね、捕まったこと自体も誇りに思ってるところがあったとしたら、どっちにしろ気持ち悪い事件だなって思っちゃいますよね。事件から4年後の2008年、第1級殺人の罪に問われたマイケルは、仮釈放なしの終身刑を言い渡されます。事件当時のマイケルは未成年でしたが、犯行の残虐性から成人と同様に裁かれることになったんです。精神鑑定の結果、マイケルはうつ病をはじめ複数の精神疾患を患っているともされていましたが、それは判決に影響を及ぼすほどのものではありませんでした。こうして一生を刑務所の中で過ごすことになったマイケル。しかしその刑が全うされることはありませんでした。2021年4月29日、彼は獄中で自然死。病的な肥満体型となっていたマイケルは31歳の若さであっけなくその生涯を閉じることになったんです。親友の仮面の裏で淡々と殺人の計画を練っていたマイケル。事件当時14歳というその年齢も踏まえ、この事件からは犯罪者はいつどこに潜んでいるかわからないという、そんな恐ろしい事実を思い知らされるんです。あなたが親しいと思っているその人は本当に信用しても大丈夫でしょうか？なんかあんたのこともそういう目で見ちゃうわよ。俺もだわ。その見た目でよく言えたな。話してるだけありがたいと。ってあれ？ヤミコさんいつもと見た目変わってない？ちょっと可愛くなってない？失礼ねあんた。私はいつも可愛いわよって。あんたこそおかしいわよ。二次元の人間になってない？何これ？声もいつもの声じゃない。どういうこと？あんた知ってんでしょ？ちゃんと説明しなさいよ。何も知らないっていうのは嘘です。まあバレたならしょうがないっすね。二次元になってもなんかうざいわね。いやー、メトラーの皆さん、急に驚かせてしまってすいません。実は今回皆さんに2023年一発目のご報告です。僕たちはこれまでアルゴメトリーの姉妹チャンネルとしてミッドナイトムーンアルゴメトリー X をメトラーの皆さんにお披露目してきたのですが、なんと本日1月14日新しい姉妹チャンネルアニメアルゴメトリーを公開します。だから私たちもアニメになってるのね。アニメになっても相変わらず私は美人だからよかったわ。はい、ってことでアニメアルゴメトリーの最初の動画は本日14日の19時40分から公開されます。今回は特別にアニメアルゴメトリーのオープニングをお見せしちゃいます。早速ご覧ください。どうぞ。